はいどうも、研ぎ師亮太と実行刃物4代目実行敏之です。今回は前回に引き続き鋼の包丁とステンレスの包丁で切れ味が変わるのかっていうのをやっていきたいと思います。で今回も切れ味は実際に切った時の切りやすさっていうことではなくて、食材の味がどんな感じで変わってくるのかっていうのを見ていきたいと思います。で今回も前回と同じ包丁を使っていきます。で一回研ぎ直して、同じような感じで研いだので、こちらの2種類を使って切り比べしていこうと思います。で上のこっちが鋼の包丁で、下のこっちがステンレスの包丁なんですけど、上側が青紙2号で下側が SPG ストリックスっていう鋼材です。でどっちも本場付けしてあります。なので今回はこの2種類使って、切り比べしていくんですけど、鋼とステンレスなので、鋼の方は錆びる鋼材で、ステンレスの方は錆びにくい鋼材になっています。切れ味的には両方同じような切れ味になるように研いでいるので、切れ味はそこまで変わらないようにしています。で錆びるか錆びないかで、切れ味が変わるか食材の味が変わるかっていうところを見ていきたいと思います。で実際に前回もやってきたんですけど、やっぱり鋼とステンレス、錆びるかどうかで、味は結構変わってきたかなと。で今回使う食材は豚肉とみかんと大根とさつまいも、こちらの4種類でやっていこうと思います。でみかんと大根はそのまま食べれるので、切ってそのまんまの味が変わるのかを見ていって、豚肉とさつまいもは火を入れて、焼いてから食べていきたいと思います。はい、それでは今からやっていきます。はい、お願いします。お願いしておきます。はい、それでは今から切っていきたいと思います。食材の紹介だけ先にしていきます。こちら大根で、こちらさつまいも、ナルト金時ですね。でみかんがこちら紅マドンナになります。であとこちらですね、豚肉、こちらルイ・ヴィトンらしいです。ちゃえよな。なんか俺らによう似てる会社やな。名前の付け方がめっちゃいい。ネットで買ったんですけど、めちゃくちゃ美味しそうな豚でした。ルイビ漢字で豚って書いてて、読み方的にはルイビ豚なんですけど、どう考えてもルイ・ヴィトンって呼んでほしそうな感じですね。はい、でこの4種類でやっていきます。まずは、生で食べれるやつからやっていこうかなと思います。じゃあ大根からやっていきます。ちょっと大根こっちとこっちで甘さが違うので、なるべく近いところでやっていきますね。ここら辺で2個分けようかなと思います。このぐらいで切っていきます。とりあえずこっちがステンレスの塊で、鋼も切っておきますね。はい、最初切り離すの忘れてたんで、ちょっと上だけ薄切りしていきます。まずステンレスの方から作っていきます。まず大根の皮厚めに剥いていきます。してない方がやりやすいですけどね。はい、じゃあこちら大根切れました。大根の細切りのサラダみたいな感じになっています。はい、これじゃあまずステンレスの方です。じゃあ続いては鋼で切っていきます。同じようにやっていきます。
はい、じゃあこちら鋼で切れました。こちら鋼で切ったやつになります。じゃあ今回もこちらのアイマスク使って目隠しして食べていきたいと思います。でそれでどっちが美味しいかを言っていきます。でその美味しかった方が、鋼で切った方かステンレスで切った方か発表して確認していきます。はい、はい、じゃあお願いします。いただきます。いただきます。はい、いただきます。いただきます。違います。違ったな。1個目が A、B。先のが A で、後のが B。じゃあ美味しかった方発表します。せーの、B。一緒に。一緒ですね。B の方がめっちゃ美味しかった。甘かったですね。めっちゃ甘かった初め。ね、結構違いましたね。こっちなんか初めから大根の味したね。どっちがどっちかまだわかんないですよ。そうか。そうやな。うまい。鋼は思い込んでるけど。なんとなく B が鋼な気がします。俺も。それでは鋼がどっちかちょっと発表したいと思います。じゃあ鋼発表します。鋼はこちらです。こちら予想通りですね。いや違ったな。違いましたね。これは甘さが全然違った。最初のね大根のいい甘さがやっぱ違いましたね。ステンレスの方は美味しくないわけじゃないですけど、そんなに甘くもなく普通の大根やったな。はい鋼は甘かったな。ほんまになんていうの、そんで大根の味が後からもしたしな。初めなかったけど。そうですね。でちなみに今回大根はこの葉っぱ側の方が甘くてこっち側の方が辛いんですけど、鋼はどっちかというとこっち側切ったので、部位的には鋼の方が一応辛いはずです。なんですけど、切ったことによって鋼の方が甘く感じたっていう感じになります。一発目からなかなかいい結果になりましたね。じゃあ次行きましょう。はい、それでは続いてはこちら紅マドンナで試していきたいと思います。名前やなこれもな。ね、美味しそうな名前ですよね。やっぱオリジナル柑橘なんで、みかんでもなくオレンジでもなくっていう柑橘系らしいです。もう手で剥くんじゃなくて包丁で剥いていきたいと思います。まだこれ半分にしてこっち側ステンレスでこっち側鋼みたいな感じでやっていきます。じゃあ次鋼の方切っていきます。ちょっと紅マドンナ鋼の変色が激しそうなので後にします。でさつまいもと豚肉さっき切って、豚肉もちょっと変色するんですけど、柑橘系よりはマシやと思うんで紅マドンナ最後に持っていきます。はい、じゃあ次はこちらのナルト金時でやっていきます。輪切りにしてオーブンで焼いて食べていきます。はい、じゃあこっちがステンレスのやつで次鋼で切っていきます。また最初落とします。はい、じゃあこれで鋼とステン切れたので焼いていってもらいます。いただきます。いただきます。両方とも美味しかったけどな。そうですね。そんなにめっちゃは変わらなかったです。じゃあ美味しかった方発表します。せーの、A。いや B かなとも思ってんで。でも A の方が初めからなんかもう芋ってきたんやんか。こっちは途中から来だしたかな。B の方が一瞬甘いかなと思いました。最初。最初から来た。はい。そうか。じゃあまた鋼のやつ発表します。今回の鋼はこちらです。B よ。僕が美味しいと思った方が鋼。社長が美味しいと思った方がステンレスっていう感じですね。両方も美味しかったよなこれ。両方美味しかったです。でもめちゃくちゃ変わるってわけではなかったですね、さつまいもは。ということで続いて豚肉に行きたいと思います。で豚肉は加熱して食べる食材なんですけど、これで違いが出たら結構面白いんじゃないかなと思いますのでやっていきます。それでは続いてはこちらの豚肉切っていきます。ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィ豚。絶対覚えてくれるやんな、ルイ・ヴィトンとか。こんな感じです。ロースですね。じゃあ切っていきます。まずステンレスからやっていきます。今回ちょっとそんな大きくはいらないので、ここの脂身がないとこを使っていこうと思います。一口サイズぐらいで。じゃあこちらステンレスで切ったやつです。アルコールしようかな。アルコールの匂いね、いいんですよ。ま料理人の時もう一回
やってみますなんうわー来たいやほんまなアルコールやな鋼で切っていきます。こちら鋼まだ凍ってるんでちょっと溶けるまで待ちますね。じゃあちょっと豚が凍ってたので今溶かしてるんですけど、その間に紅マドンナやっていきます。はい、じゃあこっちステンに切った方の紅マドンナになります。じゃあこっちが鋼で切った方になります。いただきます。美味しい。美味しい。いたいただきます。これ美味しいですね。確かにゼリーの。ゼリーみたいな。果肉のあるみかんって感じ。ゼリーちゃうわ。果肉のあるゼリーみたいな感じですね。いや、この子多分これしか買えへんじゃん。じゃあ美味しい方発表していきます。せーの。B。今日分かれますね。そうなんや。A の方が甘かった。B の方は俺甘かったよ。ちゃうやん。でも美味しかったな。美味しかったです。はい、じゃあまた鋼の方を発表していきます。鋼はこちらです。おお、2回とも鋼だったんじゃん。そうですね。まあでも鋼だともっと鉄臭さが映るかなって思いましたけど、まあ全然そんなことなかったですね。全然美味しい。美味しかった。はい、じゃあこれで紅マドンナも終わったので、次最後ですね、ルイビ豚食べていきたいと思います。でちなみに豚肉の方はもう味付けも何もなしで、ただ焼いただけの状態で食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。じゃあまた美味しかった方を発表します。せーの。A。全部ちゃうな。大根だけですね。うまいな。B の方がなんか豚の香りがしっかりしてて美味しかったかなと思います。いや美味しかったよ。A の方がなんか豚の味が俺はしたんや逆にな。すごいして。また鋼の方発表していきます。じゃあ今回の鋼の包丁はこちらです。B。どうだったの？B。やっぱ僕は鋼が好きなんですね。俺線が好きなんや。そうや。そうですね。はい、ということで今回4種類食べ比べしてみたんですけど、結構分かれましたね。初めだけやんな。そうですね。はい。でも全部美味しかったですね。でまあ結論っていうかまとめとしては、僕は鋼の方が好みの味が多かったというか、全部鋼でした僕は。4個中4個とも鋼の方が美味しかったです。で社長は、一番最初の大根だけ鋼で、あと全て捨てやな。そうですね。紅マドンナとさつまいもと豚肉、ルイ・ヴィトン、がステンの方が好きだったっていう感じになるので、結構分かれました。なんで、大根だけ一致してて、大根だけ鋼で切った方がより甘く感じて美味しかったっていう感じなんですけど、他の3つは好みで分かれてたって感じですかね。なので今回も結構面白い。めちゃくちゃ楽しかった。ありがとうございます。ということで皆さんもこんな感じで鋼の包丁とステンレスの包丁で、切り比べして、いろんな食材食べてみてはいかがでしょうか。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。